はい、皆さんこんばんは。本日はですね、シグエアプロフォース M17 CO2 ガスブローバッグをご紹介したいと思います。はい、以前ですね、シグエアソフトから発売されたM17、こちらはワトさんからお借りしてですね、私レビュー動画を上げました。今回名称にプロフォースとありますが、こちらはですね、シグエアの中で、トレーニングウェポンなどを想定した上級ブランドの立ち位置で展開するジャンル名のようですね。プロフォースラインからですね、今回リリースされたのがシグザウアーのプロフォース M17 CO2 ガスブローバッグになります。製造は台湾のですね VFC 社が対応しています。今回ライラックスさんが販売代理店だと思うんですけれども、JASG の認定商品としてスライドが樹脂製になるなどしてですね、日本の各種規制に対応した商品となっております。実銃の話はですね前回していますので割愛します。以前もですねお話しましたが、実銃メーカーのエアガンということもあって、これ以上のものはないんじゃないかなという感じはしています。ただですね、今回ライラックスさんによってですねスライドが樹脂製に変わったことでどのような変化があるかなどですね、今回もですね M17 をお借りしたので、そちらとの比較も合わせて見ていきたいと思います。またですね動力源が CO2 になったことによる内味の違いなどもですね確認していきたいと思っています。はい、手にした印象ですけれども、マガジンがですねグリップよりやっぱり突き出ているので、前回も感じましたけどやはり大きく感じました。またマガジンのですねマガジンバンパーに穴が開いているっていうのも非常に印象的です。あとスライド樹脂スライドなんですけれどもざらつきのある表面が印象的でした。以前 M17 はスライド前方のシグザウアー M17 の少し朱塗りされた形が私とても好きだったんですけれども、今回残念なんですが墨入れがなくてですね、刻印がですね非常に薄く感じました。あとですね、スライドを動かした時の金属音、こちらもですね結構高い音がして印象的です。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルはですねこちら 9mm の口径になります。こちらのマズルの形状ですとか、あとですねリコイルスプリングガイドですね、こちらの形状もですね実銃の形状と同じです。あとですねこちらのリコイルスプリングガイドの先端、こちらをですね回してですねホップ調整が行います。はい、スライドのですね前方、こちらとですね、はい、こちらにですねセレーションが入っています。はい、左側の刻印はこの通りで、先ほど申し上げたこちらですね、黒い墨入れがねないんですよね。でこれこちらが以前の M17 で、こうして見ると一目瞭然だと思うんですが、黒い墨入れがなくなっているのがわかると思います。はい、逆にですね今回のこちらにですね刻印が入ってて、以前のやつはですねこの通り入ってないんですね。はい、こちらもなんか違いがあります。はい、基本的にはですねシグエア製品なので、スライドのメーカー名やモデル名とかですね、あとこちらパテントナンバーだと思うんですけど、そういうのも刻印もですね実銃と同様になっているかと思います。はい、フロントサイト、あとですね、はい、リアサイト、こちら両方にホワイトドットが入っています。はい、フレーム下部にはですね 20mm のレールとですね、あとこちらにですねJASG とライラックスさんのですね刻印が入っています。はい、こちらスライドストップはですね、はい、左右にあるアンビタイプになります。リリースするとですね、はい、このような高い金属音が鳴ります。はい、あとですねこちらスライドトップはこの通りスチール製になります。
はい、こちらが以前の M10 なんですが、リリースする時の音ですね。はい、非常にいい金属になります。ただですね、今回のM17 もですね、金属音は結構していて、なんですかね、樹脂製のスライドでもですね、金属音は結構高いなというふうに思いました。はい、セーフティーもですね、こちら左右にあるアンビタイプで、これはですね、コッキングしなくてもですね、この通りです入るんですね。ただこのレバーですね、最初のうちは非常に硬いです。はい、あとトリガーはですね、こちら金属製になっています。こちらコッキングしてもですね、位置は変わらないタイプですね。はい、あとですね、この幅は結構広めで、ここ薄いんですよね。これが特徴的かなというふうに思いました。これもですね、実銃同様の作りだと思います。はい、マガジンキャッチは左側のみになります。はい、グリップはですね、こちらステップリングっていうんですかね、非常にざらつきが程よくあって、あと太さもですね、細くはないですけれども、握りやすいグリップかなというふうに思いました。あとですね、こちらにシグの刻印もしっかり入っております。はい、グリップ下にはですね、こちらライアードリングがあります。でこの上にですね、M という文字が入っていて、まあこれサイズの表記なんですかね。はい、右側の刻印はこの通りになっています。こちらにですね、シリアルナンバーが入っています。はい、スライドの上部、こちらにですね、ローデッドチャンバーインジケーター、このピコピコ動くんですね。はい、この機能もついています。はい、エキストラクターはですね、こちら樹脂製ですね。はい、前の M17 はですね、こちらスチールなんですね。なのでこちらですね、実写時にですね取れてしまいました。今はですねちょっと汚れてると思うんですけど、瞬間接着剤でつけています。はい、ですね、今回フレームは変更ないのかなと思っていたんですが、もうすでにお分かりの方いらっしゃるかもしれませんが、以前の M17 と比較するとですね、こう分かりますかね、色合いが違うんですね。以前の方がですね、少し濃いめの色合いかなというふうに思います。はい、こちらがマガジンになります。マガジンの総弾数は21発。これは実銃と同じですね。あとこのテーブルにですね、はい、シグの刻印も入っています。あとこちら、今回ですね、この通り穴が開いていて、そのままですね、こちらからボンベを入れてですね、固定するのにですね、六角レンチをこのまま刺して締めるような形状になっています。はい、マガジンの互換性なんですけれども、これ今回の CO2 版です。で以前のこのフロンガスの M17、こちらこの通り入りますね。はい、しかもですね、はい、この通り実写も可能です。で逆にですね、はい、これが、以前の M17 です。これにですね、今ボンベ入ってないですけど CO2 版のやつ、こちらも入ります。多分ですね、まだ今動力今 CO2 入ってないので動かないですが、多分打てちゃいます。ただこっちで打ってしまうと多分ですけど、初速規制はですね超えてしまうんじゃないかなと思うので、実写はやめた方がいいと思います。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらはスライドを引いていただいて、こちらですね、テイクダウンラッチをこの90度回転させるとスライド前に出せます。はい、こちらはリコイルスプリングガイド、はい、アウターバレル一式ですね。はい、はい、こちらリコイルスプリングはスチールですね。ガイドはスチールではないですね。はい、こちらアウターバレルは
金属製になります。はい、アウターバレルとインナーバレルはバネでつながっているタイプですね。はい、これアウターバレルの根元にですね、オーリングがやっぱり入っていますね。はい、こちらがクッションの役割だと思います。あと先ほどこのリコイルスプリングガイドのこの根元にこのダイヤルがあってですね、それが見えますかね、ここのダイヤルと噛み合って、こっちの先端でこれを回すとホップ調整につながるという仕組みですね。はい、はい、あとですね、チャンバーには9ミリの刻印も入っています。はい、こちら樹脂スライドなんですけれど、これインナーフレームが入ってるんですね、金属の。でこれ全部スチールなんですね。はい、こちらでCO2 の激しいリコイルにも耐えられるような補強がされてるんだと思います。はい、あとですね、このスライドの後ろ3つネジがあると思うんですけど、こちらを外すとですね、こちらのですねマウントベースとリアサイト、こちらが外せるようになっています。そうするとですね、こちらにですねマウントベース、他のマウントベースとドットサイト等が取り付けられます。はい、機関部もはい、至る所にですねスチールパーツが VFC らしく対応されています。はい、これスライドの下っていうんですかね、こちらにですね穴が開いてるんですね。でこれ多分実銃もないと思いますし、これ以前の M17 にもないので、これは何か役割があるんですかね。でもちょっと締めてほしかったかなというふうに思いますね。はい、あとですね M17 といえばこの通りですね。はい、こちら FCU ですね、ファイヤーコントロールユニット、これが取り出せるのが特徴ですね。はい、はい、この辺はですね実銃と同様のギミックで嬉しいですね。はい、はい、全体の感想になりますけれども、以前の M17 同様にですね、まずは実射時とスライドリリース時のですね金属音、こちらは素晴らしいですね。樹脂スライドでもここまで金属音するのは珍しいんじゃないかなというふうにも感じました。リコイルも CO2 ならではの激しくて素早いリコイルです。最近少し寒くなってきましたけれども、スライドストップも確実に止まります。命中精度もですね、私は近距離しか打ってないですが問題ないレベルだと思います。今回ですねCO2 が動力源なのでリコイルを結構制御しながら精密射撃をするのは結構難しく感じました。またCO2 の激しいリコイルによる耐久性、こちら気になりますが、スライドのインナーフレームやハンマー他の機関部もスチール製が結構採用されていて、こちらかなり期待できるのかなというふうに思っています。やはりこれだけスチールパーツを使ってもらえるとちょっと安心ですね。ちょっと残念なのはですね、先ほどエキストラクター剥がれたという話もしましたが、これはまだいいとしてちょっと一番納得いかない点が一つあります。今回こちらの動画には私シグエアのですねロープロファイルリフレックスサイト、はい、こちらをですね購入して取り付けた状態で撮影をしたんですけれども、多分ですね100発も打ってないと思うんですけれども、こちらに付属されるですねこのマウントベースですね、このマウントベースの先端にある爪が折れてですね、マウントベースごとですねドットサイトも外れてしまいました。このマウントベースですね、もともとライラックスさんが CO2 用のマウントベースとして作成したものなので、これだけ早い段階で故障するのはどうなのかなというふうにちょっと思っています。しかもですねドットサイトについているこちらドットサイトはシグエアが作ってるんだと思うんですけど、
元々のマウントベースはですね、はい、こちらがあれですね、ドットサイトになります。でこれついてるマウントベースなんですね。でこれも2つついてるんですけど、これ両方とも金属なんですね。だけど今回ライラックスさんのやつは分かりますかね、ここの2本のここが折れたんですね。でこれ樹脂製なんですよね。これ金属にするとまずいんですかね。ちょっとそこは日本の規格でどうなのかっていうのはちょっと分かりませんけど、まあちょっとですね、ここは私としてはですね非常に残念に思いました。はい、一番のこだわりの部分がですねすぐダメになってしまったのは残念なんですけれども、シグのエアガン自体はですね今のところ全く問題ないです。先ほども言いましたけれども、M17 においてはですね、これ以上のエアガンはないんじゃないかなというふうにも思っています。はい、スライドの刻印が少し変わった点やパーツが剥がれたりした残念なところは少しありましたけれども、米軍正式採用の M17 が、樹脂スライドでなおかつCO2 を動力源とした、リアル刻印のこの M17 はですね、米軍仕様が好きな方にはですねたまらない一丁じゃないかなというふうにも思います。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。